こんにちは、阪急道場弓矢さんです。今日は以前視聴者の方がバーミヤン行ってみてくださいとコメントいただいたので、そういえば最近バーミヤン行ってないなと思ったので、今から行ってみたいと思います。一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。ぜひ最後までご覧ください。改めまして、阪急道場弓矢さんです。この動画をご覧くださった方、ありがとうございます。今、一生懸命コメントに返信しています。ぜひご新規さんも気軽にコメントしてくださいね。と、今日はちょっと久々。そう、ファミレス中華でおなじみのバーミヤン。しばらく行ってなかったんですが、秋葉原のアトレ5階にある店舗に行くことにしたんです。バーミヤンは一人でも大人数でも気軽に入れるのが魅力のお店ですよね。紅芋モンブランだって、うわ、かわいい。美味しそうだね。美味しそう。ちなみにちょっとバーミヤンを調べてきたので豆知識。バーミヤンはスカイラークグループが展開する中華ファミリーレストランです。1990年代に登場して以来、手軽に中華を楽しめる場所として全国に広がったそうですよ。店名のバーミヤンはアフガニスタンの地名から来ているそうです。かつて巨大な仏像があったところで有名な場所で、東西文化の交差点という意味合いも込められているそうですね。中華料理って実はシルクロードを通じて広がった文化の一部なんだそうですよ。そう考えるとファミレス中華にもロマンがありますよね。ここの米だ、すごい空いてそうだね。結構穴場なんじゃない？おしゃれな米だね。さて、今回訪れたのは秋葉原駅直結のアトレ5階。エレベーターで5階に上がるとすぐピンクでおなじみの看板があります。実はここ初めて来ました。5階です。私が訪れた平日午前中はまだ人もまばらで、お一人様が多めでした。カウンター席もあるので一人でも気兼ねなく入れるのがありがたいですね。まだ寝てるよまだ寝てる。秋葉原といえば電気街、オタク文化、そして最近は観光地としても人気。そんな街のど真ん中で気軽に中華が食べられるのは意外と貴重かも。OK、到着。早速注文していきましょう。テーブルにあるタブレットから注文します。食べたいメニューが多くて困る。しかし今日は決めています。バーミヤンラーメンと油淋鶏、デザートは杏仁豆腐。こういったバーミヤンのクーポンあるので、めちゃくちゃお得に注文できました。爆食いしていくぜ。来たよ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 。猫ちゃんが来た。今から行ってくるにゃん。ありがとうさん。よいしょ。ニーハオだって。かわいい。ニーハオとシェイシェイって言ってましたね。ラーメンいただきます。まずは定番のバーミヤンラーメン。醤油ベースのスープにチャーシュー、メンマ、ネギ、海苔が乗ったシンプルな一杯。一口すすると懐かしい味が口いっぱいに広がります。ファミレスのラーメンって侮れないですよね。実はこのラーメン、改良を重ねていて、昔よりもスープの深みが増しているそうですよ。美味しい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 
チャーシューと。ちなみにバーミヤンラーメンは中華料理店の味を家庭的に再現するというコンセプトで作られているそうです。だからこそどこかホッとする味わいなんですね。メンマが美味しい。油淋鶏来ました。カリッと揚げた鶏肉に甘酸っぱいソースがたっぷりかかった一品です。外はサクサク、中はジューシー。このソースがまた絶妙でご飯が欲しくなる味。あったかいうちに食べたいと思います。美味しそう。油淋鶏久々。絶対美味しいやつこれ。パリッパリで美味しい。甘酢がたまんないねこれ。油淋鶏は中国の家庭料理としても人気で、広東料理の一種とも言われているそうです。日本では居酒屋や中華料理店で定番ですが、バーミヤンの油淋鶏は特にソースのバランスが良くて万人受けする味に仕上がってますよ。うまい。甘酢がなんか食欲そそる。トマトと一緒に。うん、おいしい。最後の一口。ラーメンも最後の一口。最後の締めは杏仁豆腐。オーギョーチと迷いましたが、今日は杏仁豆腐。プルンとした食感にほんのり甘い香り。揺れますね。バーミヤンの杏仁豆腐はミルキーさと杏仁の香りのバランスが絶妙で食後にぴったり。あー、うん、美味しい。プルンプルン。美味しい。めっちゃプルプル。ちなみに杏仁豆腐の杏仁は杏子の種の中にある仁という部分だそうです。本来は薬膳として使われていたもので、咳止めや美肌効果があるとも言われています。ただし現代の杏仁豆腐はアーモンドエッセンスで代用されていることが多いそうですよ。この前バーミヤン行こうと思ったんですけど、すごく行列で何十分も待つと言われたので行けずじまいだったので、今日行けてよかった。バーミヤンのラーメンやっぱり美味しい。チェーン店でこのクオリティはすごいなと思います。美味しい。今回久々にバーミヤンに行ってみて思ったのは、ファミレス中華って実はすごく奥深いと思いました。いやー、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。美味しかったです。はあ、
お腹いっぱい。ここで皆さんに質問です。最近バーミヤン行きましたか？ファミレス中華ってどう思いますか？おすすめのメニューはありますか？ぜひコメントで教えてくださいね。ちなみに次回は本格焼き餃子とエビチリソースを狙っています。あとバーミヤンの期間限定メニューも気になるところ。季節ごとに変わるフェアメニューって意外と本格的だそうですよ。このチャンネルではこうした日常のちょっとしたことをテーマにのんびり動画を投稿しています。ぜひ皆さんが気になっていること、気になっているお店などありましたら気軽にコメントしてください。コメントはなるべく返信しておりますので、ご新規さんも大歓迎ですよ。はい、ということで今日はバーミヤンにやってきました。バーミヤンは和風の中華レストランとしては非常にクオリティが高いと思います。久々に来れてよかったです。動画をご覧いただきありがとうございました。